皆さんこんにちは、みのりんです。本日はですね、お絵描きをしていきたいと思います。で、以前ご紹介したことがあるんですけども、じゃじゃん、こちらのですね、折りたたむことができるスマホを使ってお絵描きをしていきます。こちらとアイビスペイント、本日はですね、こちらとアイビスペイントっていうアプリを使ってお絵描きしていきます。それではですね、早速始めていきましょう。はい、っていうわけでアイビスペイントを使っていきましょう。私のね、動画を見てくださっている方は見たことがあると思うんですけども、私はよくアイビスペイントを使っていますので、簡単に説明しながら使っていきたいなとは思うんですけど、私もね、まだまだそこまでじゃないので、一緒に学んでいけたらと思います。そして本日はですね、こちらのね、ソナーペンを使ってお絵描きしていきます。はい、こちらのペン見てもわかる通り、イヤホンジャックに挿すだけで使えちゃうペンなんです。いや、実はね、挿さなくても使えちゃうんですよ。でも挿すだけで筆圧感知とかしてくれるので、めっちゃ使いやすいんです。じゃじゃーん。はい、本日描く子です。この子はね、シェリーちゃんって言って私のオリジナルの子なんですけども、最近ね、アナログで描いてみました。これをね、本日はデジタル化していきます。カメラを使って中に入れちゃいます。そしてこちらをですね、アイビスペイントの中に入れます。あとは線とかが見やすいように明るさを調節して、はい、ではセットできました。ではこれを元にデジタル化していきます。まずは新しいレイヤーを追加しまして、ブラシ。私はね、G ペンのハードをよく使います。さっと、もうちょっと太い線の方がいいかな。スッとね、一発ではね、いい線にはなかなかならないので、何回かこう挑戦していきます。手ブレ補正がマックスですね。で、この子は正面向いているので、コピペを使ってフェイスラインを作っちゃいます。反転して見せたりすると変になっているのがね、分かりやすいのでいいですよね。これはだいぶ変だ。ちょっと顔のパーツを整えていきます。で、いらないところは消しゴムツールを使って消しちゃいます。線画はね、作っている時はたくさん私はレイヤーを分けちゃいます。最後には全部まとめちゃうんですけど、描いている最中はレイヤーめっちゃ作っちゃいます。で、ちょっと変になっているところは消しゴムツール。あとはね、どんどん線入れ入れていきましょう。ちなみに髪の毛の線入れをするときは手ブレ補正はマックスなんですけど、事後補正にします。そうした方がね、綺麗になるので。ちなみにシェリーちゃんはマーメイドのメイドさんなので、頭にね、このフリルのやつつけています。ちなみに顔を描くときは私はペンのフェードを使うことが多いです。ただペンの種類って、おっとすごいゲジ眉。ただしペンの種類っていうのをいろいろと試してみて、一番使いやすいやつがいいですよね。あと目を描くときは手ブレ補正をオフにしちゃいます。細かい動きをね、捉えてほしいので。ここの丸みが違うんだな。いや、もう細かいけど大事よ、ここ。いや、もうちょっとね、こう、いや、こう自然とね、貝の形にね、沿うように。これで多分線画は終了かな。で、アップにして、こうやってね、変なところとかがあったりするので、消しゴムを使って修正していきます。フリルの細かいところの書き忘れを入れていって、
はい、というわけで線画の完成です。それでは次の工程に移りましょう。次はね、色塗り。もうね、一番個人的には好きなところです。色はね、全部別レイヤーで入れていきます。塗りつぶしツールを使って隙間認識オン。ではね、まずは感覚で色を入れていきます。こんな色かな。はい、ちょっと違うかな。おっと、あるある髪の毛を紫で一旦全部入れちゃいます。後で色変えられるので。一旦背景を灰色にして、白いところとかのね、塗り忘れがないように分かりやすくしていきます。貝殻はコーラルっぽい色、こんな感じかな。はい、そして目が緑です。エメラルドグリーンみたいな青寄りの緑。はい、塗り分け完了。あとはシェーディングとかハイライトとか細かい塗りの方に移っていきます。いや、それにしてもすごいですよね。数年前まではちゃんとした大きいタブレットとかそれ用のペンとかを購入しなくちゃいけなくってめちゃくちゃ高かったのに、もう今はね、持っているスマホとお手軽に買えるペンとかで、確かこちら3980円。もうそれだけでデジタルのお絵描きができちゃうなんて、もう時代がすごい。で、髪の毛なんですけど、このね、レイヤーの上にもう一つレイヤーを作りまして、こちらのクリッピングっていうのを使います。これでね、こうバーって書いてもさっきのレイヤーのところにしか表示されないので使いやすいのでおすすめです。で、私はペンフェードかな。ペンフェードのさらにちょっと薄くして若干青寄りの濃い紫色を入れて、こんな色かな。影を入れていきます。こう髪の毛の流れに沿ってスッと入れていきます。で、消しゴムツールを使ってこんな感じで消してって線を入れていきます。ペンのね、太さとかを変えるとやりやすいです。あとね、このペンのいいところって先っぽがね、守られています。見えますか？このクリアなやつがついているの。これがあるおかげでね、画面が傷つかないんですよね。それがね、この携帯とめちゃくちゃ相性がよくって、この携帯折れ曲がるので、ほら画面がすごく柔らかいんです。なのでちょっと爪で引っかいちゃってもすぐに跡が残っちゃうので、これを使ったらね、跡が全く残んないので、すっごい使いやすいんですよね。で、エアブラシツールでふわっと消したり消さなかったり、ここはね、もう適当にフィーリングでやっていきます。硬さを変えたり太さを変えたりペンを変えたりしてつむじのところを作ってみました。あとはベースの髪の毛の色に不透明度ロックをかけてふわっとね、ちょっと黄色を入れたりピンクも入れてみようかな。薄いピンクっぽい色を入れてみたり青も入れてみます。後でもっと色変えますけど、ほんのちょっとカラフルにしてみました。影を入れていきます。で、また消しゴムツールで消していったりします。で、一番上にはこんな感じでハイライトを入れていきます。髪の毛はこんな感じで、この段階で私は線画の色を変えちゃいます。線画の色はこちらの不透明度ロック、これをかけて好きな色を選んでふわっとね、線画の色を変えていっちゃいます。あともうちょい肌の色も塗るの大好きです。こんな感じかな。で、エアブラシを使ってちょんちょんってチークをつけていきます。ほんのちょっとね、ほっぺ私赤くするのが大好きなんです。つけすぎ？チークつけすぎ？あと影の色とかも場所によって若干色を変えてったりしています。で、ちょんちょんってハイライトをつけてったりします。ここら辺も重要ですね。もうここら辺でね、立体感を出していきましょう。綺麗な丸みを出していきたいんでね。ほら、こ
この曲線ね。肩のところとかもちょっと赤くしまして、照り返しとかハイライトを入れていきます。あ、目を忘れていました。一番重要。目を入れるだけで命が入りますから。ちなみに個人的な描き方なんですけど、目の白目の部分をね、基本ちょっと灰色にします。こんな感じ。真ん中に濃い色をのせまして、真ん中に濃い色を私は置きます。さらに濃い色を点々点々ってたくさんのせていきまして、色や形を変えてどんどん追加していきます。で、ちょっとピンクも入れたり、黄色も入れようかな。黄色を入れまして、下の方にハイライトを入れまして、で、ひし形にハイライトを入れていきます。ここら辺にもハイライトを入れます。おー、できてきました。で、最後に影を描いて完成です。あとは細かい影とか細かいところを塗っていきまして、はい、完成しました。では一番最後に背景入れちゃいましょう。どんな背景がいいかな。海っぽいやつ。あ、いいね。おー、水中もあります。これかな。おー、一気に雰囲気が変わりました。マーメイドっぽさが出ますね。なんか他にいい背景あるかな。フレーム、これとか。はい。こういうのとか、まだまだ入れてみましょう。ドドドドドド。これは違うかな。こういうレース系も大好きなんですけど、やりすぎ？というわけで、こんな感じでいかがでしょうか。シェリーちゃんの完成です。じゃじゃん、完成です。いかがでしょうか。本当にこちらのソナーペンはイヤホンジャックがあるほぼ全てのスマホとかタブレットでも使えますし、画面をね全く傷つけませんし、筆圧感知もできてすごく使いやすいので、ぜひチェックしてみてください。本日はですね、こちらご提供いただいたんですけども、ありがとうございます。ソナーペンさん、以前の動画とかでも私何度か個人的に使っているものなので、すごくおすすめです。概要欄に書いておくので、ぜひチェックしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、Twitter とインスタもやってるので、ぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。